皆さんこんにちは。日本語教師のたまです。この番組は日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。日本の生活や文化、日本語のことについてできるだけわかりやすい日本語で話します。今日は皆さんにお知らせがあります。タイトルにある通り、なんと YouTube でこのポッドキャストが聞けるようになりました。これはどうしてかというと、ちょっと理由があるんですね。皆さんはポッドキャストを何で聞いていますか？どんな配信サービスで聞いていますか？配信サービスというのは、例えば Spotify とか Apple Podcast、Google Podcast などのことです。この中の Google Podcast、これが2024年今年の後半にサービスが終わることになりました。Google Podcast でポッドキャストを聞いたり配信したりすることができなくなるということです。そしてその代わり、ポッドキャストの配信サービスを YouTube に変更することになったんです。つまり、Google ポッドキャストが利用できなくなるけれど、YouTube で配信できるようになるということなんです。そのため、Google ポッドキャストから今までのポッドキャストの番組をすべて YouTube に移行する、移動することができるようになりました。そのやり方は RSS フィードというものを利用する方法です。RSS フィードというのは簡単に言えばニュースサイトやブログなどが更新されたとき、新しい内容になったときにそれをお知らせしてくれる機能のことです。正しい意味はちょっと違うんですが、わかりやすくするために簡単に説明しています。実際には Google ポッドキャストマネージャーというポッドキャストを配信する画面でいろいろ説明があって、その説明の通りに操作しました。そうしたらなんとYouTube に私のポッドキャストがアップロードされたんです。すごいですね。アップされたのはいいんですが、ポッドキャストはもともと音声だけです。動画はないんです。なので画面には静止画像、動いていない画像がずっと映っているんです。これはちょっとYouTube として見るには面白くないかなと思って字幕をつけることにしました。YouTube には音声を自動で字幕にする機能があります。自動生成という機能です。でもこの字幕は時々あまり正確ではありませんね。それでまず日本語の字幕を作りました。とりあえず一番新しいエピソード、第39回のエピソードだけ作ってみました。自動生成された字幕を手直しして、音声のタイミングと字幕のタイミングが合うように直しました。それから英語と中国語の字幕も作りました。これは日本語の字幕を自動翻訳したもの、機械が翻訳したものです。ですので、もしかしたら間違った翻訳があるかもしれません。私が気がついた部分は直しましたが、私の語学レベルではわからない部分もありますので、間違っているところがあったらごめんなさい。ご容赦くださいね。翻訳については参考程度に見てもらえたらと思います。やっぱり基本的には字幕を見ないで聞く練習をするのが
一番大事だと思います。そして聞き取れなかったところを日本語の字幕で確認するとか、意味がわからなかったところを翻訳で確かめるとか、そんな風に使ってもらえればと思います。ただ、自動生成の日本語の字幕はやっぱりあまり正しくないので、これから時間があれば他のエピソードの字幕も作っていきたいと思っています。字幕を作るのはちょっと時間がかかるので、本当に時間があればできればいいなという感じです。まあ、あまり期待しないで長い目で待っててくださいね。そして画面も本当は動画にできればいいですけれどね。やり方がまだよくわからないし、動画を作るのも時間がかかりそうなので、まあ、いつかできたらやってみたいですね。今回のエピソードのタイトル、YouTube 始めましたにクエスチョンマーク、ハテナマークがついてるでしょ。これは YouTube だけど動画じゃないから YouTube 始めましたと本当に言っていいのかなという意味のクエスチョンマークなんです。つまり本格的な YouTube 動画じゃないけどという言い訳みたいなものです。まあこれから少しずつでも見やすい、聞きやすいものができるようにいろいろ試してみたいと思っています。なんだかいろいろなことができそうでちょっとワクワクしています。さて、そんなわけで YouTube でポッドキャストが聞けるようになりました。概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたしますね。特に今、Google ポッドキャストで聞いてくださっている皆さん、6月23日まででサービスが終わってしまいますので、YouTube や Spotify、Apple Podcast など他の配信サービスでぜひ引き続きお聞きくださいますようお願いいたします。はい、今日のお話はここまでです。最後に今日のエピソードに出てきた単語を復習しましょう。リスニングの練習です。ウェブサイトのスクリプトに答えがありますのでチェックしてくださいね。では始めましょう。1、配信サービス。配信サービス。2、Spotify。Spotify。3、Apple Podcast。Apple Podcast。4、Google Podcast。Google Podcast。5、移行する。移行する。6、更新する。更新する。7、操作する。操作する。8、音声。音声。9、静止画像。静止画像。10、自動生成。自動生成。11、手直しする。手直しする。12、翻訳する。翻訳する。13、
ご容赦ください。ご容赦ください。14クエスチョンマーククエスチョンマーク。15本格的な本格的な。16言い訳言い訳。はい、今日は YouTube でポッドキャストが聞けるようになったよというお話でした。このポッドキャストを気に入っていただけましたら、フォロー、評価いただけるととっても嬉しいです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは今日はここまで。また次回お会いしましょう。